皆さん、こんにちは。藤井です。今日はタメ口で話していきます。みんな、週末何してた？週末っていうのは、土曜日と日曜日のことね。土日って言ったりもする。土日何してた？今日は特にテーマはないんだけど、私が週末何してたかっていうのをみんなにシェアするね。まず土曜日は友達と公園に行って絵を描いたの。いいでしょ？自然も好きだし、上手じゃないんだけど、絵を描くのも好きだからすごい楽しかった。最初はどっかで絵描きたいって話を友達としてたのね。で、せっかくだからピクニックみたいにしようよってなったのね。お昼ぐらいに集合して、まずドーナツを買ったの。みんなミスタードーナツって知ってるかな？ミスドってよく言うんだけど、日本で有名なドーナツ屋さん。安くて美味しいのよ。最近はちょっと生っぽい軽い食感のドーナツが流行ってるんだけど、私はミスドのドーナツの方が好きなんだよね。食感っていうのは食べ物を口に入れた時に感じる感覚のこと。例えばおせんべいはバリバリした食感だし、プリンは滑らかな食感って感じ。そう。そのミスドのドーナツが美味しいって話。私はオールドファッションとポンデリングっていうやつが好きなんだよね。日本に住んでて行ったことない人はぜひ行ってみて。調べたら海外にもお店があるらしいから、もし近くにあったら行ってみてほしい。日本には結構どこにでもあるんだけど、ちょうど集合した駅にもミスドがあったから、ドーナツを一人2個ずつぐらい買って公園に行ったの。で、そう。絵を描くってなったら、いろいろ道具が必要じゃん？だから、絵を描く道具が売ってるお店にも寄ったんだけど、それがすごい楽しかったの。まず、筆だけでもすっごく種類がたくさんあって、どれにしたらいいか全然わかんなかった。あと、ノートとか絵の具とか、これは何に使うの？みたいなものもたくさん置いてあって、ワクワクしたね。絵って奥深いんだなって思った。奥深いっていうのは簡単にわかることだけじゃなくて、たくさんの意味や魅力があるってこと。こういう絵を描きたいから、この筆とこの絵の具を使おうみたいな感じで、使う道具によっても絵の可能性はすごく広がるんだろうなって思った。でね、絵の具は中学生の時に使ってた絵の具がまだうちにあったから、それを持って行った。もう10年ぐらい経ってるから、ちゃんと描けるかなって
心配だったんだけど、大丈夫だった。公園でレジャーシートを引いて、ドーナツを食べながら絵を描いたのよ。ピクニックってワクワクするよね。わかる？レジャーシートを引いて座るだけでもう楽しいみたいな。結構静かな公園だったから、なんかすごくリラックスできた。あとね、途中から隣のベンチに人が来て、その人がウクレレを弾きながら歌の練習を始めたの。それでいい音楽だなーって聞いてたら、通りがかった人が素敵ですねってその人に話しかけて、一緒に歌い出したの。なんか日本では見ない光景すぎてびっくりしたんだけど、すごく心が温かくなった。そういう素敵なこともあったりして、でもその日はあんまり天気が良くなくて、ちょっと寒かったんだよね。だから夕方には友達も私も凍えてた。寒すぎて震えてた。寒いから絵はこれで完成でいいやとか言って、最後の方は絵は適当になっちゃったんだよね。寒すぎて、なんかあったかいもの食べたいねってなって、ラーメン食べて帰った。すごくいい日だったな。その友達はいつもあれやろうこれやろうって提案してくれるんだけど、楽しい提案ばっかりですごいなって思う。私は自分でそんな楽しい遊び思いつかないから、提案してもらうとすごい嬉しいんだよね。で、次の日。日曜日は何も予定がなかったから動画の編集したり、ネットフリックス見たりしてた。ネットフリはね、推しの子っていうアニメを見た。見たことない人向けにあらすじを説明すると、主人公はお医者さんとして働いていたんだけど、ある日誰かに殺されちゃうの。で、自分が好きだったアイドルの子供として生まれ変わってたっていう話。私は途中までは見たことあったんだけど、新しく出た10エピソードぐらいはまだ見れてなかったんだよね。だから一気に見たんだけど、ちょっと怖かったけど面白かった。芸能界、テレビとか映画、音楽とかの仕事をしている人たちの世界を描いているんだけど、ミステリーみたいなところもあって見てて飽きない。私の好きなキャラは黒川茜ちゃん。早々のフリーレンのフェルンもそうだけど、ああいう静かで消えてしまいそうなんだけど実は強いみたいなキャラクターが好きなのかも。あと推しの子は目の描き方が綺麗だよね。なんか宇宙みたい。なんか見たことあるなと思って調べたら、クズの本会っていうアニメと絵描いてる人が同じだったの。
クズの本会はちょっとドロドロ系のアニメだけど、見たことない人は見てみて。あと、その日の夜は母の日のプレゼントとして料理作った。母の日は1ヶ月ぐらい前だからめっちゃ遅くなっちゃったんだけどね。お母さんに何か欲しいものあるって聞いたら、じゃあ料理してほしいって言われたの。だから今年は物じゃなくて料理になりました。人のために料理するのって緊張するよね。美味しくなかったらどうしようって思っちゃう。そう。でもなんとか作って喜んでもらいました。メニューはね、人参のスープと、イチジクとブラータチーズ、牛肉のステーキ、マッシュポテト、あとご飯。ほぼ焼いただけ、お皿に乗せただけみたいなやつもあるけど、まあ。そう。こんな感じで、めっちゃ洋風なメニューになった。私のお母さんは、和食よりも洋食の方が好きなんだよね。特にステーキとかそういうのが好きなの。私が油っぽいなって思うものでもバクバク食べるんだよね。すごいよね。元気で嬉しい。はい、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。私の週末はこんな感じでした。みんなは土日何してた？よかったらコメントで教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。そしてメンバーシップをしています。動画のトランスクリプトも公開しているので、もし応援、サポートしてもいいよという人がいたら、ぜひメンバーシップの参加よろしくお願いします。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。